皆さんこんにちは。ご覧いただきありがとうございます。今5月中旬なんですけど、私はこの時期が大好きです。なぜかというと、見切り品が大充実する時期だからです。で、私見切り品を買ってきましたよっていう動画、過去に何度か出しているんですけど、今回は購入報告だけではなくて、見切り品の上手な買い方、お手入れの仕方などをご紹介できればなと思います。まず見切り品を選ぶ時の注意点、私なりに考えて7つ挙げてみたいと思います。1、株元を見る。2、虫がついていないこと。3、カビの有無をよく見る。4、お花は関係ない。5、花の時期に注意。6、挿し木目的もあり。7、普段から定価をチェックする。まず1番の株元を見るなんですけど、例えばこちらのペチュニア、淡いクリーム色のお花が咲いていますけど、定価が98円で見切り品で30円で買ってきたものです。どうしてもお花に目が行きがちだと思うんですけど、見てほしいのは株元なんですね。で、この株元がもうグラグラだったりとか、ちょっとめくってみた時にもう茎が茶色く腐っていたりとか、そういうものは買わない方がいいです。私が買ってきたこちらの株、黄色い葉っぱついちゃってますけど、別にカビてはいないんですね。で、茎が茶色くなってもいないんですよ。で、こう割とがっしりしている。こういうものはお手入れをすれば十分復活可能かなと思います。はい、あとこちらのこんもりしだれあふれ咲くペチュニアイージーウェーブ、これも半額で100円で買ってきたんですけど、株元を見るとちゃんと緑色をしています。こんな感じで、こういう花柄とか見るとボロボロって思っちゃいますけど、株元を見るとしっかりしてるんですね。カビてもいないし腐ってもいないんです。しかもこちらの株、ここを見ると新芽が出てきてるんですね。切り戻しをすればこの新芽が元気よく伸びてきてくれるはずです。こちらはサントリーさんのサフィニアポップ。夏でも弾けるようにどんどん咲くっていう小輪のピンクのサフィニアですけど、お花こんな感じですね。シンプルな淡いピンク色のとても可愛らしいサフィニアなんですけど、これ売り場で見た時にすごく可愛いなと思って定価で買っちゃおうかなと思ったんですけど、かなり数がたくさん陳列されていたので、もう少し待てば見切り品になるかなって思って待っていたら、案の定見切り品になってくれました。徒長しちゃってるんですけど、株元を見ると見えますかね。新しい葉っぱが出てきてるんですね、株元から。こことか、ちょっと後でお掃除してその後またご覧いただこうと思うんですけど、こういう新しい葉っぱが出てきてるのを買うといいかなと思います。こちらもサフィニアポップ2つ買ったんですけど、ちなみにお値段は150円です。これなんかもほら、こうやって株元から若い芽が出てきてるんですよね。こういうのがいいと思います。こちらはハルディンさんのペチュニアナイトスカイ。こんな風なとっても変わった宇宙みたいな模様のお花ですけど、ちなみにお値段は150円で買いました。これも株元を見るともう新しい芽がかなり出てきてるんですよね。なのでこの徒長している部分を切り戻せばまたこんもりと咲いてくれるんじゃないかなと思います。ということで、見切り品の買い方ポイント1つ目は株元を見るでした。はい、では見切り品の買い方2番、虫がついていないこと。こちらのアザレアでご説明したいと思います。これ100円で買ったアザレアなんですけど、こういう木っぽいやつを買う時には葉っぱを見てほしいんですね。で、葉っぱを見てハダニがついているようだったら、そういうのは買わない方がいいかなと思います。一度ついてしまうとなかなかお薬で退治するのも大変ですので、最初から虫がついていないものを買った方がいいかなと思います。はい、で見切り品の買い方ポイント3番目、カビの有無をよく見る。特に株元なんですけど、こういう細かな葉っぱが密集しているお花だったりとかってカビてることがよくあるんですよね。
で多少のカビだったら取り除いてその後清潔にしていれば収まると思うんですけど、もうかなりカビがすごくて、ちょっと触るともう粉が舞い上がるレベルでカビがついちゃってるものもたまに見切り品に並んでいるので、そういったものは避けた方がいいかなと思います。多少なら許容範囲ということで買うことも私ありますけどね。ポイント4番目、花は関係ない。これどういうことかっていうと、見切り品で買う時点でお花がついてようがついてまいが気にしないということです。たとえお花がついていたとしても、見切り品って手入れする時に切り戻すことが多いのであんまり関係ないんですよね。なので買う時点でのお花の数は関係ないということです。5番目、花の時期に注意。花の時期、例えばですけど今の時期からビオラパンジー買う人っていないと思うんですよね。でこういったペチュニアでしたらば今からがお花の最盛期ですので十分楽しめるかなと思います。お花の時期わからないって人も多いと思うんですけど、ラベルを見るとこんな風に開花期何月から何月とかって書いてあるものもあるので、それを参考にしたりとか、あとは店員さんに聞くのが一番いいかなと思います。つい先日ネモフィラが大量に見切り品売り場に並んでいて、綺麗は綺麗なんですけど、今から植え付けてどのぐらいの期間楽しめるかっていうとかなり疑問なので、種を取る目的でとかだったらいいと思うんですけど、お花そのものを楽しみたい場合にはお花の時期を気にした方がいいかなと思います。はい、でポイント6番目、挿し木目的もあり。これどういうことかっていうと、例えばこれ30円で買ったペチュニアなんですが2つ買ったんですね。こちらの株割とがっしりしていて株元から葉っぱも出ている感じで、それに対してこちらの株すごく徒長してるんですよね。枝が長いです。あえてこういった枝が長く伸びたものを買って挿し穂を取るっていう手もあるんですよね。で挿し木をしない方でこの親株自体を楽しむっていう場合にはこういった形のこんもり型を買うといいと思うんですけど、挿し穂を取りたいよっていう場合にはあえてこういった徒長気味のものを選ぶと挿し穂が取りやすいかなと思います。挿し木する時ってこの節が重要なんですよね。この節を土に埋めるのである程度長さがあった方が挿し穂の本数が取れるんですよね。ですので挿し木目的で見切り品を買うっていうのもありだと思います。7番目、普段から定価をチェック。これは普段から定価をチェックしておくことで即決できるってことなんですね。結構お花買う時って買おうかどうしようか迷うことってないですか？果たしてこのお花がお買い得なのか、普段のお値段がわからないと判断しかねますよね。ですので普段からだいたいお花の相場を把握しておくと買う時に即決できるよっていうことです。例えばこれコメリさんで買ったデルフィニウムなんですけど、コメリさんってもともとお値段安いので定価でも298円十分安いんですけど、デルフィニウムの苗が150円で買えるなんてまずないと思うんですよね。なのでもうこれは即決で私買いました。あとこれはアザレアですけど、これ100円で買ったんですけど100円でアザレアって多分ありえないですよね。なのでもうこれも即決で買いました。ちょっと話はずれますけど、例えばラナンキュラスのラックスが1000円で売ってたとしたらどうですか？普通のお花の価格で考えたらものすごい高いですけど、ラックスである程度の大きさがあって1000円だったらもう即決じゃないですかって感じで、普段から定価を知っておくと即決できるっていうことですね。なるべくお店に行った時は値段を頭に入れておくようにするといいかなと思います。はい、あと番外編としてこういった寄せ植えタイプの見切り品、これかなりお買い得だなって思ってるんですね。これはカインズさんで790円で買ったものですけど、プラスチックの鉢に植わっています。植わっている植物はオステオスペルマムと、あとこれサルビアですかね、ちょっとわかんないですけど多分サルビアっぽい感じと、ペチュニアとナデシコ、123 4種類のお花と容器がついて790円。
容器代を含めるとすごくお買い得だと思うんですよね。で、植わっているお花の種類に注意してほしくて、例えばここに植わっているものが花の時期が短い一年草だとしたらちょっとお買い得感少ないかなと思うんですけど、これに植わっている植物見るとうまく育てればこのペチュニア以外は来年もいけるかなって思うんですよね。こういった寄せ植えタイプ買うのお得だなと思います。私こういう時じゃないとなかなか新しい容器って買わないんですよね。お花はしょっちゅう買うんですけど、なかなか容器を買うっていう発想にならなくて、あるもので済ませがちなんですよね。なので、こういう機会に新しい容器を買うと楽しみが広がるかなと思って、結構この寄せ植えタイプの見切り品私好きです。特に今の時期って母の日が終わったばかりなので、ギフト用に作られたこの寄せ植えが見切り品に回ってくる可能性高いんじゃないかなって思ってるんですね。なので狙い目かなと思っています。はい、では次に見切り品を買ったらまずやること3つ挙げます。1、枯れ葉取り。2、切り戻し。3、植え替え。特にこの枯れ葉取りはもうなるべく早くやってください。買ってきたその日のうちにやるのがベストだと思います。実際に実演してみようと思うんですけど、こういう黄色くなってしまった葉っぱ、あとこういうもうカリカリになった茶色い葉っぱ、これを取ります。あとは緑色をしていても土についてしまいそうな葉っぱ、これも取った方がいいです。結局地面についてしまうとそこからカビたりするので、株元をすっきりさせる、これをまずやっていただきたいと思います。で、こういう枯れた枝もカットします。本当は植え替えする時にいっぺんにやるのがいいんですけど、なかなか時間がなかったりお天気が悪かったりすぐに植え替えできない人もいるかと思うので、とりあえずこのお掃除だけは早めにやると良いかと思います。あとはこういう、これも咲き終わったお花の後なんですけど、放っておくと種がついてしまうのでカットしておきます。で、お掃除と一緒にやってほしいのが切り戻しです。これせっかくお花がついているのでもったいないと思う人いるかもしれないんですけど、このまま咲かせておくよりは切り戻した方が形よくこんもりと咲いてくれると思います。どこまで深く切り戻すかって人によると思うんですけど、私だったらこの辺で、そうするとこの切ったところから脇芽が伸びてきてくれてボリュームアップします。これ先ほどお見せした新芽が出ているもの、ここに新芽があるんですけど、この新芽を伸ばしたいのでもうこのすぐ上切っちゃいます。ここですね、わかりますかね。これを生かしたいのでここで切っちゃいます。これ分かりやすいですかね。ここに小さい芽があるの、この上で切ります。はい、お掃除と切り戻しをしました。こんな感じでかなり思い切って切り戻しをしています。本当は植え替えの時に一緒に切り戻しとかお掃除した方が、この株元地面に近いところ断然やりやすいのでその方がいいんですけど、なるべくここまでは買ってすぐにやっておいた方がいいかなと思います。お掃除すると新芽もよく見えてより一層切り戻ししやすいかなと思います。寄せ植えの方も思い切って切り戻しをしています。なでしこもかなり思い切って切り戻しました。株元の葉っぱも少しむしっています。次に見切り品を買った時の注意点なんですけど、見頃になるまでとても時間がかかってしまうということですね。切り戻しをしますので、ここから成長して花芽がついて花が咲くまでってやっぱりある程度時間がかかります。ですのですぐにお花を楽しみたいっていう方には不向きかなと思います。私はこういう小さい芽が成長していって花芽をつけてつぼみが膨らんで咲いてっていう、その成長の様子に喜びを感じるタイプでもあるんですよね。なのでこうやって見切り品を買ってきて育て直すっていうところに
楽しみを感じているんですけど、そうじゃない方もねもちろんいると思いますので、もう買ってきてパッと植えてパッと楽しみたいっていう方は定価で今とても綺麗に咲いている状態のものを買うのが早いかなと思います。多分この時期お花屋さんとかホームセンターでレスキューを待っているお花があると思いますので、是非皆さんも見切り品買ってお花を咲かせてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったら次の動画でお会いしましょう。さよなら。